この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は下手な絵の特徴5選ということで、かなり頑張って描いたんですけど、なんか下手に見えちゃうんですよ。理由を教えてっていう質問がとても多いので、あくまでね、僕から見てですけど、こういう特徴がある絵は下手に見えがちっていうね、絵の特徴をお伝えしていければと思います。この特徴があると、たとえ画力が高くても、客観的に見て絵が下手に見えてしまうっていうね、ちょっとそんな特徴です。なので、今回の動画はですね、日々絵を練習しているんだけど、あんまり上手いって言ってもらえない。そういう風に残念がっている人や、頑張って描いても、なんか最終的には見栄えが良くならない。そんな風に悩んでいる人。そして単純にね、もう絶対に人から下手って思われたくないっていう人も、そんな方々にとってとても役立つ情報になっていると思います。そしてね、もちろんいつも通り、こういうのは下手に見えるよっていう特徴だけではなく、じゃあどうやったらその下手な印象を改善できるのか、その改善例もお見せしながら進めていきますので、もう一体どうすればいいのっていうね、不安な気持ちも一緒に取り去っていければと思います。ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは早速、行ってみましょう。大きさのバランスが悪い。はい。まずですね、今日紹介する中で、一番このパターンは多いかもしれませんね。多いっていうことはそのぐらい難しいっていうことかもしれませんが、大きさのバランスが悪いっていうパターンです。実際の例を示すと、こんな感じになります。はい。ドン。一応ね、心配しないでほしいんですけど、今日紹介する下手な絵は全部僕が描いた絵です。誰かの絵を使ってね、それをけなしているわけじゃありませんからね。安心してくださいね。はい。なんか見た瞬間に、下手やなって思いませんでした？パッと見の印象がよくありませんよね。でもね、よく見ていただけるとわかると思うんですが、これね、各パーツは割としっかり描けているんですよね。ほら、アップにすると顔も結構しっかり描き込んでいますし、手足もそこまでおかしいわけじゃないと思います。でも全体で見た時になんだか下手に見えてしまう。これはなぜなのか。若干線もヨレヨレって描いちゃったので、そのせいもね、あるっちゃあるんですがね、一番はそこじゃないんですよ。原因はですね、顔、手足、首、胴体、それぞれはよく描けているにもかかわらず、それらの大きさのバランスがちょっとずつおかしいからです。これはね、もう改善版を並べた方が、どこがおかしいのかわかりやすいと思うので、並べて表示しちゃいますね。はい、ドン。いかがでしょう？右と左、見比べてみてください。改善前はね、手足がすごく小さくて、それに対して顔がね、ちょっと大きめですよね。そして胴体に対して首もめちゃくちゃ太めなのが気になります。あとはね、尻尾の太さなんかも気になりますし、これは気づくかな？目もね、実は結構上の方についているのがお分かりいただけますでしょうか？このようにね、ちょっとずつバランスが崩れてしまっていて、それが原因で、なんかこの絵、ちゃんと描かれてはいるけど、下手じゃない？って印象になってしまっているんです。それを避けるためには、これは結構ね、皆さんやりがちだと思うんですが、絵を練習するときには、個々のパーツの練習だけを繰り返すのではなく、体全体のバランスを練習するのが重要ですね。特にね、バランスを取るのが難しいのは、首と体のこの部分のつながりです。ここがですね、首がすごく太くなりすぎてしまう人がとても多いです。ここがおかしくならないためのコツはですね、特にデフォルメの場合には、顔に対しての首の太さだけではなく、体に対しての首の太さを見ることが重要です。顔の大きさだけに対して首の太さを決めてしまうと、太くなりすぎてしまう傾向があります。ですので、体に対しておかしくない首の太さで、若干首を細くしてあげると、不自然に見えにくいと思いますので、意識してみてくださいね。線の太さが太すぎ、細すぎ。次は線の太さの問題です。これもね、結構難しくて悩んでいる人も多いんじゃないかと思うんですが、例えばこの線を見てください。この線、皆さんどう思いますか？結構ね、経験を積んだ人だとしたら、ちょっと細すぎるかもって思うかもしれないんですけど、線をね、描いている最中って、それに気づかない場合がほとんどだと思います。じゃあどこで気づくのかっていうと、色を塗った瞬間ですね。はい、これにね、色を塗ってみましょう。そうすると、ドン。
体の部分はいいとしても、ちょっと顔の部分の線が薄く潰れてしまいました。それによってね、インパクトが薄れてしまって、あれ線の時にはいいと思ったのに、色を塗ったらなんかイメージと違うなってね、なってしまう場合がよくあるんですよ。このね、線が細すぎる問題ってどんな時に起きるかっていうと、最近デジタルの作業を始めた人がよくなるかもしれません。デジタルはですね、どこまでもズームアップできてしまうので、丁寧に描こうとすればするほど、画面をアップにした状態で描いてしまいますので、画面をね、引いた状態で見た時に、ズームアップして描いていた分、線が細くなってしまう場合が多いんですよね。さて、線が細い問題もあれば、当然ね、逆に太いパターンもありますよね。それが、こちらですね。はい。今ね、細いパターンを見たせいもありますしね、そもそもおかしいパターンとして紹介されていますので、確かに太すぎるかもなって一発で思うと思うんですが、これね、自分で描いていると意外と客観的にそうは思えなかったりするんですよね。線を描いている最中には、いい感じってね、思っている場合が多いです。じゃあこれにも色を塗ってみましょうか。はい、ドン。こっちは線が見にくいわけではないので、意図的にこういう絵柄として描く分には問題ないですが、人によってはね、なんかもうちょっとシュッとした感じに描きたかったのに、なんかもったりした感じになっちゃったなって思うかもしれません。これはそうですね、特にアナログでまずは線を描いて、それをデジタルに取り込んで、そして色を塗る人にはありがちかもしれません。アナログで小さく描いた線を取り込むと、線がもったりしがちです。アナログでね、線画を仕上げる際には、少し大きめの用紙を使って線を仕上げると、いい感じの太さになりやすいと思います。じゃあね、ここで、ちょうどいい線ってどういう風に探せばいいのって思った人もいると思います。これはですね、よくある間違いとして、上手い人に、すいません、何ピクセルのブラシを使って描いてますかって聞く人がいるんですが、あれはね、無意味なのでやめた方がいいですね。ブラシの太さは画面のサイズによって比率が変わりますから、ブラシの太さをピンポイントで聞いても、あんまりね、参考にはならないと思います。じゃあどうするのかっていうと、今描いた絵を利用してください。例えば、最初に描いた線が細いやつあるじゃないですか。その絵をですね、そのままにしないで、色がついた状態で線を太らせていってみてください。はい。こんな風にね、レイヤーを分けてですけど、色レイヤーの上に線画レイヤーを重ねて、そしてね、ちょうどいいなっていうところまで線をこうグリグリっと太らせてあげるんです。はい。最終的にはね、こんな状態になりました。このぐらいが理想的だなっていう風に思ったところまで線を太らせたら、色をね、非表示にしてあげるんです。はい。そうすると、色を塗った時にあなたが理想的だと感じる線の太さがこれなので、もう視覚的にね、理想的な線の太さが分かっちゃうじゃないですか。そしたら次に線を描いていくときに、この絵を横に置きながら、同じぐらいの線の太さで描けば、次からは一発で理想的な線の太さを再現できるっていうわけです。これはですね、めちゃくちゃ効果的な方法なので、ぜひ試してみてくださいね。白い部分が多い。はい、次はですね、色塗りの時に下手だと感じやすい色の塗り方についてです。これもね、よく見かけますね。はい、こちらです。線は先ほど調整したいい感じに見える線の太さなので、線自体は問題ではないと思うんですが、なんかこう、スカスカに見えちゃいますよね。これってなぜなのか、皆さん理由はわかりますか？はい、そうです。画面が白いからです。もっと言うと、白に向かってグラデーションをかけている面積が多いからですかね。これね、実はアナログでやる場合には、あんまりね、嫌な感じはしないんですよ。例えばね、水彩絵の具とかで、滲ませながら、紙の地の色を活かしながら塗ると、むしろね、淡い濃淡で素敵な印象になることが多いんですが、デジタルでこれをやってしまうと、紙のテクスチャーや滲みのテクスチャーがない分、思った以上にスカスカに見えてしまって、あんまりね、見栄えがしなくなっちゃうんですね。なので、デジタルで着彩する場合には、一旦このように髪の毛、肌色、服、背景などきちっと下塗りして、そしてパーツ分けした色ごとに陰影をつけていくやり方が基本的にはね、見栄えがしやすい絵作りの仕方だと思います。はい、こんな感じですね。あまり凝った塗り方はしていないんですが、さっきの絵と見比べてみると、塗りだけで印象が強く、うまく感じると思いませんか？はい。背景もですね、こんな風にパキッと分けちゃった方が、スッキリ見えて良い場合が多いかもしれませんね。あと、これは余談ですけど、これって子供の絵画コンクールの絵にも同じことが言えます。画面に紙の地の色である白が多く見えているとですね、作品をこうずらーっと並べた時に、
なんか白いから手抜きやなって直感的に思っちゃうんですよね。なので逆に画面から白を減らすことで絵の密度が上がって見栄えがしやすくなるんです。まあもちろんね、狙いがある場合には別なんですが、基本的には画面から白を減らした方が完成度が高く見える場合が多いです。意識してみてくださいね。顔が古い。次はですね、かなり単純なこと。だけど、アニメを描く場合には、一番重要と言えるかもしれません。顔の古さの問題です。いや、もうこれですね、絵が上手い下手の問題じゃないんですよ。もう感覚の問題です。だって、絵が古くたって、超絶絵が上手い人いますからね。でもね、今描いていたイラストを、例えば顔だけ古くしてみましょう。そうするとどうなるかっていうと、いきますよ。はい、こんな感じ。いや、なんかもう、ギャグに見えるじゃないですか。いや、一周回って好きとかはあると思いますよ。80年代オマージュとか、実際そういうのも流行ってますからね。そういうものはそういうものとして否定したいわけではないんですが、ただね、それはもうあくまでオマージュであって、例えばね、最新のゲームの絵を発注されたとして、それでこの顔を提出したら、多分ね、怒られると思います。斉藤さん、真面目にやってください。って。はい。せっかくなので、もう一パターンお見せしますね。こちらは90年代から2000年代のパターンですね。これもちょっと古めかしい感じがしちゃいますよね。あ、でもね、ここで注意しておきたいのは、古いからって必ずしもそれが全部ダメというわけではないということです。というか、人によってはですね、このあたりが好きだったなぁ、なんていう人も多いと思います。実際。なので、絶対に最新の流行の絵柄にしなきゃダメっていうわけではありません。なぜかというとですね、これについては、キャッチという感覚を理解しなければいけません。キャッチっていうのは、言い換えると心をつかまれるような感覚って言えると思うんですが、それってなんで心をつかまれるのかというと、実はですね、これ、見慣れていてよく知っているものだからだと思うんです。これ待ってた、これが欲しかったっていう感じがキャッチっていう感覚だと思うんです。だとすると、キャッチって実はちょっと古いものに働く感覚でもあるんですよね。なので絵柄って実は新しければ新しいほど OK というわけではなく、程よく古めかしさが残っていて、でも全体で見たらちょっと新しさも含んでいるくらいのバランス感が理想的ではあるんです。ちょっとねこれめちゃくちゃ難しいこと言ってますよね。大丈夫かな？でもこれって多分ね、実は今最前線でイラストを描いているプロほど気をつけなきゃいけない問題で、今現在たとえ最先端を言っている絵でもちょっと気を抜いた隙にあと5年後10年後には古って言われるような絵になっちゃうと思うんですよ。なのでもしね、古さをあえて狙っていないような絵でこうなっちゃっている場合には、顔が古くなりすぎてしまっていないかどうか、これについては強く意識しなきゃいけないなって僕も含めて思いますね。背景で力尽きている。はい、次が最後のポイントです。下手に見えてしまう絵の特徴。5つ目は、背景で力尽きている。です。今まで一生懸命描いてきたイラスト。線の太さに気を使って、色もちゃんと下塗りをして、そしてバランス感に気をつけながら仕上げてきたこのイラスト。でもね、キャラを描くときにエネルギーを使い果たしてしまったんです。背景を描くエネルギーがありませんでした。でも頑張んなきゃ。背景描かなきゃ。背景描かなきゃ。そう思った結果、はい、どん。キャラと背景に温度差ありすぎです。いやもう、さすがにそうでしょ。これはね、下手に見えちゃいますよ。やってる人も分かってやってるでしょ。でもね、これめちゃめちゃ多いんですよね。こうなっちゃってる人。ものすごーくよく見かけます。これはね、もったいない。これね、料理に例えるなら、キャラクターはメインディッシュの肉料理。背景はお皿だと思ってください。もうね、メインの料理手をかけて、美味しく焼き上がりました。いい匂い。そんな美味しそうな肉料理を乗せるお皿。なんかもう、これしかないから、明日捨てるつもりだった、もうね、魚が乗っていたプラスチックトレイに、肉料理ペッて、乗せます？乗せないでしょ？せめてお皿用意してってことで、そうなった時のコツはですね、一つはこのように、背景全体ではなくて一部だけをくり抜いて、その限られた面積だけでいいので、きちっと背景を描くこと。もうそれだけでね、印象だいぶいいと思います。ほら、もう
画面の中央の丸い部分、ほんの少しの面積しか描いていないのにもかかわらず、結構しっかりした絵に見えませんか？画面全体にね、しっかりと背景が描かれていれば、それはそれでいいですが、もしね、もうそんな体力ないっていう時には、背景をトリミングしてしまうこと、これ結構おすすめです。そしてね、もう一つのポイント、これね、結構大事です。キャラクターにエネルギーを注ぎ込んで使い果たしたらですね、背景は無理せずに、もう別の日に描きましょう。疲れた頭で描いてもろくなことにはなりませんから、その日はね、もうゆっくり休んで、すっきりして、エネルギーが満ち溢れた状態でですね、よしこのキャラクターを最高に活かす背景を描くぞってね、そういう気持ちで臨んでください。もうね、それが一番のコツだと思います。ぜひ取り入れてみてくださいね。お知らせです。気まぐれ添削書籍化の第2弾、斉藤直樹の超もったいないイラスト添削講座が2023年1月26日に発売です。中身もこっそり見せちゃいますね。怒られないよね。おすすめポイントが3つあります。1つ目は、添削が悩み別に体系化されてまとめられていること。キャラデザがうまくいかない。パッと見栄えがしない。背景に違和感がある。など、あなたの今の悩みを目次で探して解決できます。動画で一度見ていても、やっぱりね、手元でパッと確認できると、自分の絵に活かす時には便利なんですよね。2つ目。今回は添削するイラストだけではなく、添削する隙がないイラストについても、どこがこのイラストうまいのかを解説する、褒めちぎり企画も掲載。直すポイントだけではなく、上手なポイントも同時に摂取すれば、さらにパワーアップするきっかけをつかめちゃいます。今回は視聴者さんの作品だけではなく、吉田誠二先生とブクロテ先生のイラストを褒めちぎるスペシャル企画も掲載しております。そして3つ目、今回もやります。書籍限定の添削動画に加えて、なんと同じイラストを吉田誠二先生にも別角度から添削していただきました。2人のプロの違った視点からのアプローチを同時に体感できるので、自分に合った成長ポイントをいいとこ取りできそうじゃないですか？てかこれめっちゃ豪華すぎない？大丈夫？ Amazon 書店とも本日から予約開始です。欲しいと思ってくれた方は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。